皆さんこんにちは。日本語 with メイのメイです。このチャンネルでは日本の文化や興味関心のある話題を日本語で楽しみます。リラックスしながら聞いてください。今回のエピソードではオーストラリアに住んでいる日本人の私が日本の恋しいものについて話します。皆さんも海外に住んでいると自分の国のこれが恋しいと感じるものがあると思います。ぜひ共感しながら聞いてもらえると嬉しいです。また母国に住んでいる皆さんは海外で生活するとしたらどんなものが恋しくなると思いますか？ぜひ想像しながら聞いてみてください。本題に入る前に少し私の情報をお伝えすると、私は現在オーストラリアに住んでいて、今3年目です。日本には何度か一時帰国をしていて、その度に恋しい気持ちは一旦落ち着くのですが、オーストラリアでの生活が続くと、また日本のあれこれが懐かしくなります。もちろん家族や友達、飼っている猫も恋しいですが、今回はそれ以外の日本のものに焦点を当ててお話しします。まず私が一番恋しいものはお風呂です。皆さんが住んでいるお家やアパートにはバスタブがありますか？私が現在オーストラリアで住んでいるアパートにはついていないんです。私はお風呂が大好きで、日本に住んでいた時は夏でも冬でも毎日湯船に浸かっていたので、シャワーだけだとなんか物足りないんですよね。疲れも取れた気がしなくて。そして日本にはいろいろな種類の入浴剤が売っているので、それを使うのが一つの趣味みたいな感じですごく好きでした。ヒノキや森林などの自然の香りが特にお気に入りで使っていました。あと、キキ湯って名前の入浴剤があるんですが、それは肩こりに効くものだったり、冷え性に効くものがあるんです。本当に効いているかはわからないけど、なんとなく体がリラックスして疲れが取れている感じがするので好きです。また、12月の冬至には毎年柚子をお風呂に入れて入るのが私の家族の恒例行事でした。これは日本の伝統で、柚子の香りや成分が血の巡りを良くして体を温めて風邪を予防するとされています。また調べてみたら、柚子湯に入ることで運を呼び込むという縁起担ぎの意味もあるみたいです。皆さんも機会があればぜひ柚子風呂を試してみてください。欲を言えば温泉があったらもっと嬉しいんですけどね。せめてバスタブはって思います。二つ目に恋しいものは、コンビニなどで気軽に買えるおにぎりやお弁当などです。本当は日本のコンビニ自体が恋しいんですが、その中でもこれです。実はオーストラリアのセブンイレブンでも最近おにぎりを売り始めたんですが、
1個300円ぐらいするんです。高いですよね。日本の2倍ぐらいの値段です。私は初めて見たとき、えって声が出ました。まだ食べたことがないので味はわからないのですが、ツナマヨや照り焼きチキン味などを見ました。今度食べる機会があったら、日本のおにぎりに似ているかどうか、皆さんに報告しますね。オーストラリアに来て自炊を頑張るようにはしているんですが、仕事の後疲れてたりすると頑張れなかったりするんですよね。そんな時に日本みたいにコンビニでちょこっとおにぎりやおかずを買ったり、レンチンのお弁当を買ってすぐに美味しいものが食べられたら幸せなのになーって思います。日本に住んでいる方がいたら、コンビニのありがたさをぜひ実感してくださいね。3つ目に恋しいものは魚料理です。魚料理はオーストラリアに来て食べる機会が本当に減りました。たまにサーモンの巻き寿司を買って食べたり、カフェの仕事のまかないでグリルサーモンやスモークサーモンを食べる程度です。フィッシュ&チップスも3回ぐらい食べたと思います。でも本当にそれくらいなんですよね。日本に住んでいた時は、お家でも結構頻繁に家庭料理で魚をよく食べていました。アジの塩焼き、塩鮭、ししゃも、しらす、ぶり大根などです。お寿司も大好きなので、1ヶ月に2、3回は回転寿司に行って食べたり、スーパーのお寿司を買って食べていました。オーストラリアって日本のスーパーみたいに魚があまり豊富にないんですよね。場所によっては鮮魚コーナーみたいな感じでカウンターがあって、必要な量を店員さんに伝えると取ってくれるみたいなものがあります。それでも日本の食卓で普段出てくるような魚はあまりなくって、おしゃれな感じの魚が多いです。魚がおしゃれって変かもしれませんが、焼き魚とかじゃなくて、なんかアクアパッツァとかが合いそうな感じの魚。私が言いたいことわかりますか？ただ、私の住んでいるアパートの近くにあるスーパーには鮮魚コーナーがないので、あまり食べなくなってしまいました。私は焼き魚とか質素な料理が好きなので、とても恋しいです。4つ目に恋しいものは夏祭りなどの日本のお祭りです。日本にいた時はお祭りって人が多くて混んでいるし、帰るの大変だし、暑いしってあまり頻繁には行くタイプではなかったのですが、オーストラリアに来てから人で賑わっている感じとか、屋台が並んでいる感じとか、花火を河原で見ている感じとか、すごく懐かしくて行きたいなって思うことが増えました。浴衣も着たいんですよね。あと、焼きそばとか、イカ焼きとか、りんご飴とか、お祭りで食べるものってより美味しく感じるんですよね。日本でもとても有名な新潟県の長岡花火って知っていますか？大きくて綺麗な花火が見られることで有名で、
とても人気なので、抽選でチケットを当てないと見ることができないんです。一生に一度は行ってみたいなって思います。5つ目に恋しいものは、公共交通機関の快適さと正確さです。日本のバスや電車って基本的には時間通りだし、きちんと清掃されていて綺麗ですよね。オーストラリアは時間通りではないことがほとんどだし、電車やバスに落書きがされていたりするので、綺麗だなぁと思ったことはないです。とはいえ、通勤・通学ラッシュとかで遅れてしまうことは仕方のないことなのかなとも思います。ただ、オーストラリアでは時間より早く着いてもそのまま待たずに発車しちゃうんですよね。それはさすがにやめてほしいです。自分が時刻通りに行ってても、もうバスは発車していたとかたまにあるんです。日常茶飯事なので慣れちゃいましたけどね。以上が私の恋しいものです。もし母国以外の国に住んでいる人がいたら、ぜひどんなものが恋しいか教えてください。最後まで聞いてくれてありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。